こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は令和8年度の人材開発支援助成金、新しい内容が公表されましたので、その内容について解説をしていきたいと思います。最近は人手不足ということもあり、人材の成長が企業の成長に結びつくという認識が強く広まっているかと思います。中小企業においても人材育成、教育というのが非常に活発に行われつつあるかと思いますが、そんな中よく使われる助成金の一つが人材開発支援助成金という形になります。今回は新しく公表された令和8年度における人材開発支援助成金の概要について見ていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは人材開発支援助成金とはどのようなものなのか、どのようなコースがあるのかについて見ていきたいと思います。そしてよく使われる人材開発支援助成金ですけれど、令和8年度において変更、見直しが一部行われております。どのような変更が行われたのかについて、そして今回の改正において人材育成支援コースに関しまして新しいコースが創設された形になりますので、その概要を見ていく。また、この人材開発支援助成金コースとしては大きなコースで6つありますけれど、自社ではどのようなコースを活用して良いのかよくわからないという企業も多いかと思います。こちら、どのような場合にどのようなコースを使ったらいいのかについて解説をして、この人材開発支援助成金をお勧めしたい企業について解説をしていきます。まずは人材開発支援助成金とはどのようなものなのかですけれど、この助成金は段階的に、そして体系的に職業能力を開発をする、そして促進をするために、労働者に対して原則として職務に関連した専門的な知識、そして技能を習得させるために、職業訓練計画に沿って実施をした場合に、訓練にかかる経費や、そして訓練期間中の賃金の一部を助成をするというものになっております。コースとしては全部で6つコースが用意されております。まずは人材育成支援コースですけれど、こちらを活用する企業が多いのではないかと思いますが、こちらは技能習得訓練ですとか、OJT 付きの訓練、そして正社員化するための訓練という形になっております。こちら今回新しくコースが新設をされております。また、教育訓練休暇等付与コースというのもありますけれど、こちらは有給の教育訓練制度の導入と訓練の実施にかかるもの。また、令和8年度、今年度までの期間限定のコースにはなりますけれど、人への投資促進コースというのが設けられて、さらに細かくコースが5つあります。高度デジタル人材の育成ですとか、自発的な訓練を行う場合にこちらのコースを使うという形になります。そして、事業展開等リスキリング支援コースですけれど、こちら、令和7年度の補正予算で一部改正がありました。その内容につきましては、別の動画をご覧いただければと思いますけれど、新しい事業への進出ですとか、事業の再編のための訓練という形になります。また、その他にですね、建設業特有のコースというのが2つ用意されておりまして、建設業の助成金の動画でも解説しておりますけれど、労働者認定訓練コース、そして労働者の技能実習コースという2つが用意をされているという形で、全部で6つのコースが用意をされているという形になっております。そして、令和8年度ですけれど、変更点につきまして、全体として大きな変更点はないものの、ただですね、設備投資、賃上げを一緒に行って、育成もするという形で、そのあたりの部分の支援が厚くなっている。そして今回新設されたコースとも関係しますけれど、また別の動画でご紹介をしている65歳超雇用推進助成金も同様の形ですけれど、高年齢者への支援を厚くしている、強化をしているというのが特徴かと思います。今回ですね、人材育成支援コースにおいて中高年齢者実習型訓練というのが新設をされております。その他ですね、事業展開とリスキリング支援コースにつきましては、別の動画でご紹介はしておりますけれど、令和7年度の補正で、
新規の事業でなくても活用ができるような形にはなっておりますが、令和8年度においては助成額の引き下げが行われております。また、人材開発支援助成金ですけれど、原則として研修時間は10時間以上というルールがありますけれど、一部のコース、事業展開等リスキリング支援コース、そして人への投資促進コースにおいては訓練時間の要件というのが廃止をされております。その他ですね、教育訓練、休暇等付与コースに関しては、少しですね、申請のタイミングが伸びてしまう形だったんですが、今回は支給申請時期の迅速化ということで、要件を満たせばすぐに支給申請が可能という形で少し改正が行われております。そしてですね、今回新しくコースが新設をされた人材育成支援コースの概要をまず見ていきたいと思いますけれど、こちらはですね、職務に関連した知識や技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施をした場合に、訓練経費ですとか、訓練期間中の賃金を一部助成をするものという形になっております。従来はですね、1番から3番までがコースとして設けられておりました人材育成訓練と認定実習併用職業訓練、そして有期実習型訓練でしたけれど、令和8年度においては4番目、中高年齢者実習型訓練というのが新設をされております。非常にですね、区別がしにくい、使い勝手が、少し判別しづらいという形になっておりますが、丸1の人材育成訓練は原則としてオフ JT、直接業務と関わりのないところで研修を行っていただく。また2番目の認定実習併用職業訓練に関しては、厚生労働省の認定を受けた訓練を受ける。それがオフ JT と OJT の組み合わせという形になっております。ただですね、こちらは6ヶ月以上期間が必要。さらにですね、45歳以上は使えないというところがありまして、この内容を受けて今回新たに4番目の中高年齢者実習型訓練というのが設けられました。詳細はまた別で後ほど解説はしますけれど、それを少し使い勝手が良くしたのが4番目という形になります。そして3番目は有期実習型訓練という形で、こちらはですね、有期雇用の労働者を正規社員に転換するために、オフ JT と OJT を組み合わせて訓練を行うという形になっております。そして基本的には一労働者ですね、年間3回までという形で申請ができております。ではですね、今回新しく新設されました中高年齢者実習型訓練とはどのようなものなのかですけれど、対象者は45歳以上の被保険者という形になっておりまして、対象となる訓練ですけれど、OJT とオフ JT を組み合わせて、そして職務に関連した訓練であること、また訓練の実施期間は2ヶ月以上となっております。そして、総訓練時間は6ヶ月換算をした場合に425時間という形になりますので、かなりですね、研修をするという形になります。そして、OJT と OFJT の組み合わせの研修ですけれど、OJT の割合は1割以上、そして9割以下でなければいけない。また、OFJT に関しては通学型、同時双方語型の通信訓練という形で10時間以上ですね。また、OJT に関しては対面で行う。また、そしてですね、訓練終了後に、能力の評価を実施する。こちらはですね、ジョブカードを活用するという形になりますので、このコース、訓練を受ける場合には、事前にキャリアコンサルティングを受けなければいけないという形になります。ただですね、このコース使うとですね、認定実習併用訓練コースでは、経費助成が 45% だったんですが、こちらのコースでは経費助成が 60% に引き上げられているという形で、中高年齢者への訓練を手厚くしているというのがわかります。ではですね、この人材開発支援助成金、どのコースを使っていいのかっていうのがわからないという企業が多いですけれど、ではどういった形で考えればよいのかという。まずは、直接業務とか離れたところで研修を行う OFJT の場合ですけれど、まずは10時間以上の研修ができるのかどうかといったところで、人材育成支援コースを使っていただければと思います。
また、最近多くの企業ではサブスクリプション型の教育システムを入れているかと思いますけれど、そのような場合は人への投資促進コースの活用を検討してもらえればと思います。そして今回ですね、中高年齢者に向けて研修を行うという場合には、今回新しく新設をされた中高年齢者実習型訓練のコースを活用してもらえればと思います。そしてですね、ぜひ研修を行っていただきたい、人材開発支援助成金を活用していただきたい企業というのはですね、やはり若手を育てていきたいと考えている企業、そして非正規社員を正社員化をしていきたい。また、45歳以上の雇用があって、彼らを再戦力化をしていきたい。また、最近 DX というのが進められておりますけれど、会社の DX、そして新規事業に対応できる人材を育てていきたい。そういった場合はですね、ぜひこの人材開発支援助成金を活用してほしいと思います。もう今はですね、助成金は採用のためというところから、育て直すという視点に変わってきておりますので、誰に何を学ばせたいのか、そして、研修費の補助の制度ではなくて、人材戦略として助成金を活用してほしいと思います。助成金はですね、業種、職種、規模によって、この育成の計画変わってきますので、まずは専門家にご相談いただければと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。